こんにちは。見てください。こちら、メロン系の材料をいろいろ揃えてみました。まずはメロンが2つと、で、これがメロンエッセンスです。メロンの香りがするやつね。で、これはなんかスーパーで買ってきたんだけど、かき氷のメロンシロップです。なんか使えるかなと思って買いました。ちょっともっとでかいメロンを買いたかったんだけど、スーパーでね、この片手で持ってるサイズしか売ってなかったのでね、残念なんですけど、ここら辺を使って、美味しいメロンスイーツを作ってあげたいと思います。メロンの模様ってちょっと可愛いよね。そしたらシフォンケーキを作っていきます。今日はシフォンケーキとメロンケーキの2種類のスイーツを作ろうかなって考えてます。じゃーん、ここにね、メロンエッセンスを加えていきます。ちょっと開けてみましょう。めちゃくちゃメロンのいい香りがする。ということで、これを3滴くらい加えていこうかな。1、2、3。どのくらい加えるのかわかんないけど、まあいいでしょう。ついでに、ちょっとだけ黄緑っぽくしたいんだよね。で、OK。後から調べて知ったんだけど、エッセンスは熱に弱いから焼き菓子にあんまり向いてなくて、焼いた後香りが残りづらいんだって。だから焼き菓子にはメロンオイルとかそういうのを使うらしいです。薄力粉を振っていきます。こんなはずでは。メロンエッセンスは富沢商店で買ったんだけど、その隣にメロンオイルが売ってたの。何が違うんだろうなとか思いつつ、でも香り付けにはバニラエッセンスがよく使われるから、エッセンスがついてる方がいいのかなって思ってメロンエッセンスを手に取りました。普段スイッチが入ってない時は本当に適当に言ってることがバレてしまうね。やるじゃないか。 OK。 そしたら次は卵白を泡立てていきます。グラニュー糖は絶対に3回に分けて加える。シフォンケーキは本当にレシピ通りの手順で作らないとふわふわさが出ないから、これは結構気をつけてます。前にメレンゲを泡立てる時にグラニュー糖をいっぺんに加えちゃったり、あとは卵黄じゃなくて先にメレンゲを泡立てちゃったりしたことがあったんだけど、どっちもね全然膨らみが甘かったから、みんなも私を反面教師にしてしっかりレシピ通りに作ることをおすすめします。おー、いい感じじゃない？いい感じの質感ですね。絶対に美味しいシフォンケーキができるわ。あとは慣らしていきます。はい、できた。いい感じです。それではこの型に流していきましょう。ドキドキ。クッキングシート引かなくていいんだよね、シフォンケーキって。で、ひっくり返してあげて、一旦トントンして、で、この竹串でね、表面をならしていきます。空洞がないようにね。で、もう一回最後、空気を抜いていきます。はい。いいはず。待って、絶対美味しいシフォンケーキができるじゃん。もう確定じゃん。ってことで、これは焼いていきます。はーい。今だいたい5分が経過しました。まだ全然ふっくらはしてきてない感じですね。これがどんどん膨らんで溢れていく感じになるんだと思います。出来上がりが楽しみだね。今だいたい10分が経過しました。もうこの型から生地がはみ出してきてます。あと13分で焼き上がりなので、その頃にはもうふわって膨らんでるはずです。で、シフォンケーキが焼けた。こうやってひっくり返さないと。やばいやばい。とりあえずこの状態で1時間くらいは置いておきます。焼き上がりもうちょっと高さあったんだけど、私がオーブンでそのままにしちゃったせいでね、ちょっとへっこんじゃったんだよね。こんくらい膨らんでたんだけどね。ちゃんとレシピ通りにやらないとね。よーし、そしたらいよいよメロンをカットしていきます。どうしようかな。どうやってカットしよう。
なんかカゴみたいにしたいな。こういう感じありだね。そうしよう。いけるかな。どうやってやんだ。まあとりあえずやるか。こうやって取っていい感じ。ここをね取っ手にしたいから。合ってる？取っ手分厚くない？大丈夫？これか？よいしょ。ここの高さ低すぎじゃない？もうちょっとカットしよう。よいしょ。よいしょ。ああ、いいんじゃない？よし、ちょっと種をある程度取ってきたので、ここからカットしていきます。で、このナイフじゃない方がいいか。こういう細かいね、フルーツ用のナイフがあるから、それでやっていこう。大丈夫？これ。取れそうです。よいしょ。お、取れた。じゃーん、取っ手ができました。いい感じ。かわいい。そしたらこれをほじくるか。こうかな。あ、かわいい。いい感じじゃない？失敗した。食べてみる。いただきます。甘くて美味しい。私最初メロン苦手だったんだよね。メロン全然美味しいと思わなくて、いつからメロン好きになったんだろうって考えたの。ね、考えたのみたいな。そしたらね、私がメロンのスイーツを作ってからなの。桜スイーツとかもそうだけど、自分で作ったスイーツはなんか好きになるんだよね。不思議だよね。やっぱ愛情があるからかな。不思議なんですけど。見てみんな、カゴができた。かわいくない？なんかうまくいっちゃったんだけど。あ、持てる。カゴです。よかったね。こんくらい太くしないとダメだわ。多分細くしたら多分持てないし、カットしてる時になんか折れちゃいそう。で、ちゃんとくり抜いたやつと、これはちょっとケーキの間に挟もうかなって思って、ちゃんとほじくり出してきました。これは結構形がいいまま残ってるからトッピングに使おうかな。そしたら緑のメロンの方も同じようにカゴの形にカットしていきます。かわいい。オレンジと違って境界部分が分かりづらい。てかこれも今回初めてしたんだけど、緑のメロンは青肉メロンで、オレンジのメロンは赤肉メロンっていうらしいの。みんな知ってた？絶対知らなかったんだけど。この瞬間気持ちいい。いい感じです。それではこちらもほじくり作業が開始です。日本語。だけど私さ、動画編集してる時にいつも自分が語彙力なさすぎてさ、泣いてるんだよね、本当に。可愛いしか言ってないからさ、可愛い以外の言葉はないのかって感じだよね。可愛い完結型ですよ。よいしょ。ちょっともう少しさ、語彙力を上げたいんだよね。エンジニアだからさっていう言い訳をさせてほしいんだけど、本当にあまり人とのコミュニケーションが得意ではないのです。一人の時間大好きだし、人と会うのは好きなんだけど、仲いい子と遊んだりするのは楽しいんだけど、それでもやっぱ疲れてしまうから、誰かと遊んだら絶対次の日は一人の時間が必要なタイプなんだよね。この汁はね、ちゃんと取っておくからね。後で使えたらいいなぁと。まだ使うものは未定ですけど。見てー、こんな感じで2つのカゴができました。かわいい。とりあえずこの下はメロンケーキにするからいいとして、その上のデコレーションをね、どうするかって全然決めてないんだよね。しかもさ、ここ高さ低いからさ、そんなにデコレーションの幅ない気がするんだけど、まあ、とりあえずやっていきます。さっきね、このスポンジを作っておいたので、これをカットしていきます。
なんか多分これがちょうど良さそうなので、これでカットしていきます。よいしょ。そんで他はこんくらいのでカットしようかな。めっちゃ適当。かわいい。よいしょ。いい感じ。クリームを作ってきたので、まずはこっちのケーキからトッピングしていきます。とりあえず結構水分があるからスポンジをこうね敷いてあげて、甘いメロンの汁を吸ってもらいましょう。でここにクリームを絞っていく。この取っ手が邪魔すぎる。いい感じで、そしたらさっきのこのメロンをのっけていく。2段で取ったりか。こうしてあげて、最後にクリームを絞る。今回はメロンの汁がめちゃくちゃ甘いからスポンジにシロップはつけてないです。じゃーん、こんな感じでできました。これは一旦冷やしてもう一個の方もやっていきます。よいしょ。たっぷり入れていきますよ。超贅沢じゃない？とりあえずこれも一旦これで冷やしていきます。かわいすぎる。よーし、じゃあちょっとシフォンケーキをそろそろ外していきましょうか。さてさてさて、どんなもんでしょうか。よいしょ。よし、オッケー。大丈夫？大丈夫？ボロボロ来てるけど大丈夫そう？あー、かわいい。できてる。よいしょ。優しくね。おお、できてます。かわいい。めっちゃ美味しそうだよ。これ気持ちいいんだよね。ふわふわ。いただきます。なくなった。口に入れた瞬間消えた。甘すぎる。よいしょ。いい感じ、いい感じ。いい感じ、いい感じか。かわいい。しか言ってない。どうしよう。みんなこれ以外のなんか語彙を授けてくれ。そしたらシフォンケーキのナッペをしていきます。なんかめっちゃ斜めってる気がするんだけど。ここが高く足りないのか。なるほどね。いいか、やっていきます。なんか斜めってるよね、絶対。普通の生クリームでナッペをしたらメロンエッセンスを加えて着色したクリームでグラデーションになるように仕上げのナッペをしていきます。かわいい。先を急ぎましょう。そしたらまずはこっちのケーキからトッピングしていきます。どうやってトッピングするか悩むんだけど、これ乗っけていこうか。もう埋めちゃうか。こんな感じで埋めてみました。こっからどうしようかな。見て、この並んでる感じめっちゃ可愛い。なんか本当はさ、山盛りになるまでデコレーションしたかったんだけど、ここの隙間が結構低いから、平らなデコレーションにしてみました。そしたら白のチョコペンでデコレーション用のパーツを作っていきます。こんな感じでいいかな。これ冷やしていきます。そしたらまずはこっちの緑のメロンからデコレーションしていきます。メロンの皮をデコレーションに使っていく。
あとはタイムを散りばめていきます。正直デコレーション、いいデコレーションが思いついてないぞ、まだ。とりあえずなんかごちゃごちゃさせれば可愛いと思ってんだよね、私は。とりあえずなんかごちゃごちゃさせる。さっき作ったこのホワイトチョコのこのパーツも飾っていきます。こんな感じね。こう。横かな。待ってな、パージしてなかった。本当は先にやるべきだった。絶対に。いい感じですね。可愛くない？おしゃれおしゃれ。前にお花スイーツを作った時に買ったエディブルフワラが余ってるので、これ使っていこうかな。また華やかになりました。かわいい。超かわいい。これ可愛くない？やばくない？可愛いです。可愛すぎる。やば。よし、オッケー。オレンジはこの大きいやつを乗せようかなって思います。ひょっ。待って、入らんかも。あ、入らん。最悪入らない。ちょっと割って、これをこう乗せよう。割って乗せる。メロンの模様みたいな。わかんないけど、いいんじゃない？こっちはミントを乗せていきます。お花も添えていく。こんな感じで乗っけて。はい、こんな感じで完成にします。見てー。こんな感じで2種類のメロンケーキが完成しました。イエーイ。かわいすぎる。私はこっちの方がお気に入りなんだけど、こっちも可愛くできたかなって思います。チョコレートこれ、やっぱりなんか無理があったかな。ということで、これは冷やしていきます。そしたらシフォンケーキ用のグラサージュを作っていきます。最近ホワイトチョコのグラサージュレシピをめちゃくちゃ改良中なんだよね。この間のスポンジオーブの時はちょっと失敗しちゃったからな。ここに牛乳を加えていきます。で、ここにね、さっき抽出したメロン液を入れてあるからね。ピリメロン味です。やるじゃないか。そしたらグラサージュをメロンっぽい色に着色していきます。今回は白と緑と黄色の3色を使いました。そしたらブレンダーをして仕上げていきます。グラサージュを冷やしすぎちゃったっていう場合も結構ブレンダーは活躍するのでおすすめです。はい、いいかな。じゃあ最後にこうしていく。OK。そしたらここに垂らしていきます。ちょっとだけ温度が高くてすごい緩いグラサージュになってしまったんだけど、もうこのまま強固突破で仕上げていきます。グラサージュは温度管理がめっちゃ難しいよね。結構上級者向けのデコレーション技術な気がする。そしたらクリームを絞っていきます。こう横に絞るか、こう内側に絞るか悩むね。横に絞るか。はい、できたー。やるじゃないか。これでさっき余ったメロンを乗っけていきます。メロンの重さでシフォンケーキが潰れる。さっき余ったこのチョコのやつ乗っけよう。メロンの皮も乗っける。ココナッツをかけていきます。最後にこのピックを飾ろうかな。こうだわ。こう。見てー。こんな感じでメロンのシフォンケーキが完成しました。イエーイ。かわいい。待って、めっちゃかわいい。ちょっとね、シフォンケーキがメロンの重さで潰れないか心配なんだよね。とりあえずこれは冷やしてきます。かわいいんだけど。最後ね、余ったメロンをカットしてきたので、これもね、適当にトッピングしようかな。よいしょ。できました。かわいい。メロン2玉使い切りましたね。じゃーん、見てください。
こんな感じで全部のメロンスイーツが完成しました。めちゃくちゃ可愛い。おしゃれ。私のお気に入りはこれ。なんか全体のバランスがめちゃくちゃいい気がする。早く食べたいね。いつも結構派手な感じのが多いから、こうやってね、たまにはおしゃれな感じのスイーツもいいかなと思います。ツインズみたいな感じで可愛くない？可愛すぎ。これは後でね、また回していただきたいと思います。じゃあまたね。バイバーイ。作ったスイーツは次の日お友達と一緒にいただきました。メロンのシロップがめちゃくちゃ生地に染み込んでて本当に美味しかったです。ほじくるのは大変だけど普通のケーキに比べてデコレーションが簡単なので、皆さんもよかったらぜひ作ってみてください。なんかこれ食べてると夏が来たなーって感じがすごいします。そろそろ夏っぽいスイーツもたくさん作っていきたいね。レモンのスイーツとか海をテーマにしたスイーツとか作りたいものたくさんあるんだよね。今年の夏もスイーツで華やかにしちゃいましょう。このシフォンケーキも食べたんだけど、もう超美味しかったです。本当に軽くて 2,3 切れペロリでした。今回のお菓子作りは比較的緩めだったんだけど、それはそれで楽しかったです。次はどんなスイーツを作ろうかなということで、今日の動画はここら辺で。最後まで動画見てくれてありがとう。じゃあまたね、バイバイ。